列車。言わずと知れた輸送手段。今回はバー 2.0 の環境変化を探っていこう。変更点はいろいろありますが、全部話すと語りきれないでしょう。だから簡単な話は一つと新しい話を一つ。今回も考え方自体を学ぼうという観点で、ゆっくり解説していくのぜ。さて、画面は 1.1 時代のよくある列車運用。一旦それは置いといて、増えたのは割り込みだ。条件を満たしたら臨時スケジュールを入れるやつ。筆頭は燃料補給だね。こういう補給ベルトがなくても、列車が補給駅に行ってくれますと。便利になりました。いかがでしたか？で終わらずに、それで何か変わるのか考えてみよう。双方向に進む列車がデコボコしている。バー 1.1 ではこうなると補給が手間だった。割り込みのある今は、列車長ごとに別の補給駅を使うだけだね。という感じで、うちは 2.0 で双方向列車の使用が増えたんだけど、みんなは 2.0 になって手法を変えたところはあるかな。そういう話を聞きたいのに誰もしてくれないんですよ。ぜひコメントで教えてください。ということで、簡単な話はおしまい。じゃあ次は面倒な方ですか。新しい方ね。もう何をやってるのかは単純明快。軽量化素材を作る工場があって、工場に対応した駅も一つ。それとは別に、素材の荷積み駅がそれぞれあるよ。こっちは動作に必要なダミーで、軽量化素材側が紹介するものだね。もしかして割り込みを使って1編成で3種類運んでますか？実はこれは簡単に実現できるよ。列車スケジュールのここは固定。軽量化素材の素材を荷下ろしする駅ってのがあって、1編成の列車がそこの専属になるんだね。この列車と荷下ろし駅の専属関係が肝で、いわゆる LTN と比べてマッチング処理を丸々省けるよ。やらないことを決めて楽をしよう。この割り込みは燃料補給、このサンプルでは割愛。こっちは右にサブウィンドウが出てるやつ。何かの不足を回路で検知したら、そのアイテムの荷積みに行って満載かな。今ちょうど銅が不足して積みに行ったね。なお動画に動きを出すため、貨物車は20スタックに制限。で割り込みが終わったら固定スケジュールで帰還して荷下ろし。確かに恐ろしくシンプルな時刻表だ。あとは不足を検出する駅の設定。各アイテムの要求数を指定して、そこから今ある数を引けば足りないものがプラスになる。あとは計算結果を駅につなげばデフォルトで列車に回路の内容を送ってくれるね。おまけでディスプレイ。正直こいつの使い方が一番知らない。いずれかを表示すると何が出るかとか、まあ手探りだね。まあとりあえず 1.1 バニラでは荷下ろし駅のスマートな共用は不可能とされていた。だが今は違う。ということだね。ところで設定の手間をなんとかする方法はないんでしょうか？一つある。ブループリントパラメータ機能だ。前流体もあるし複数工程を1箇所でやりたいケースもある。だから BT 化は万能ではないけど可能だという例だね。ホームになる荷下ろしの駅名までパラメータ化できるの面白いね。おかげで貼り付けるだけですぐ動いちゃう。さて最後にこの構成の特徴について。まあ見ての通り、狙いは荷下ろし駅の圧縮だよね。つまり比較対象に LTN 方式も入るんだけど、こっちは荷下ろし駅専属の列車を作ることで待機駅や廃車処理を丸々省いてる。実装が軽いし、待機所を経由しない分渋滞性能もいい。その分挙動はシンプルなのと、荷下ろし駅数分の列車が必要だね。自分の工場の要件と比べて向いてるか判断しましょうといういつものやつ。テンプレ。あとはそもそも荷下ろし駅を統合すべきかという話になるけど、迎えてるのは立ち上げや多品目少量生産の中規模工場。バニラギガベースでは怪しいといい感じかな。なぜそうなるのか、本当に正しいのか考えてみようのコーナ個人的には全てを収集してモールとかやってみたいよね。ー。悲しいかな。
エアトプレイヤーは鉄道をメインにするほどの工場は作らない。ということで 2.0 公開1周年記念のエアトシリーズ予定分は完結です。そんな企画だったんだ。今回は列車を荷下ろし駅に専属させると多品目の荷下ろし駅が楽に作れるという話でした。パズルでどこか一箇所を固定すると全体が一気に進むという話でした。ありがたいことに自分でも何かを生み出したいというコメントをいただいてるので、何らかの参考あるいは刺激になれば幸いです。堅苦しいな。これは列車の話で訓練じゃないんだよ。もうええわ。どうもありがとうございました。